皆さんご機嫌いかがでしょうか。本チャンネルでは数式モデリング技術の重要性を啓蒙する動画を配信しています。前の動画で触媒有効係数の定義を説明しました。今回はこの定義に基づき表面固定化酵素反応に対する触媒有効係数の式の作り方とその特徴を話します。理解を容易にするため、酵素が固体単体の表面に均一に固定化されている表面固定化酵素を例とします。基質が溶解する水溶液はある程度まで混合されています。このため、基質は液本体に均一に分布していますが、単体近傍には胸膜が形成され、基質はこの中を濃度勾配を推進力として拡散します。そして単体表面に到達した後、酵素により生成物へ変換されます。この時の酵素反応はミカエリスメンテン機構に従います。基質の胸膜内拡散速度と単体表面での酵素反応速度が等しいとき、すなわちシステムが定常状態にあるとき、一意識が成り立ちます。ここで VAI は単体表面における反応速度であり、実際の反応速度です。また KL は物質移動係数、Km はミカエリス乗数、SB は液本体の基質濃度、SI は単体表面の基質濃度、VMA は最大反応速度です。SI は実測できないため、このままでは VAI を計算することができません。そこで1式を SI について解き、2式を設定します。ここで混合の前の記号がプラスを持つ式だけが物理的に意味があるので、この時の SI の式を F(SB) で表すことにします。これを1式の反応速度式へ適用すると、実際の反応速度は3式で与えられます。本式では実測できない SI が除かれたことで SB を測定すれば実際の反応速度の計算が可能になっています。一方、水溶液を完全に混合し胸膜のない状態にしてやれば SI は SB に等しくなります。この時の反応速度 VAB は4式で与えられます。これは本反応形での最大の反応速度です。第1章1の19で述べたように、触媒有効係数 EF は拡散のような現象も含めた実際の反応速度 VAI を反応以外の現象を除外した仮想的な反応速度 VAB で割った値です。この定義によれば、本反応形の触媒有効係数は5式で与えられます。結果として、実際の反応速度は EF を使うことにより6式で与えられます。本式の右辺には測定可能な液本体濃度 SB しか含まれていません。よって SB を測定すれば実際の反応速度の計算が可能です。これまでの議論は有次元の式を使って行いました。し
かし、式の変形や触媒有効係数の理解は、無次元の式を使った方が効率的に行うことができます。そこで、以下では無次元化技法を導入して議論を行います。1式は次のような順番で無次元化することができます。まず、各項を VMA で割ります。次に、この式の2番目と3番目の式を Km を使って変形します。ここで無次元数を定義し、左の式を無次元化して7式を得ます。有次元式の場合と同様に、7式を測定できないベータ i について解きます。これにより、無次元表面濃度は8式で与えられます。これを7式の速度式中へ代入すると、無次元表面反応速度 πAi は9式となります。一方、水溶液を完全に混合し、強膜がない状態にした時の反応速度式、すなわち4式についても順次無次元化します。まず、両辺を VMA で割ります。次に、右辺の式の分母と分子を Km で割ります。さらに、無次元数を定義し、左の式を無次元化し、10式とします。旧10式を触媒有効係数の定義へ適用します。これにより無次元数だけで表された EF の式11式が得られます。本式にはモジュラス φE と液本体の無次元基質濃度 βB の無次元パラメータが含まれています。そこで βB が一定の値ごとに EF と φE の関係を調べました。計算結果を図に示します。EF は φE の増加とともに1から0へ向かって減少することがわかります。この図をもう少し詳しく見てみましょう。βB イコール0の時の計算線を赤の破線で示しています。βB は SB を Km で割った値ですが、βB イコール0は SB が0であるということではありません。SB が Km よりも十分に小さいことを意味します。よって、この線は酵素反応が一次反応に従う時の計算値になります。φE が1よりも小さいとき、EF は1に近い値を取ります。よってこの時の反応速度は、1式の表面濃度 Si へ測定可能な液本体濃度 Sb を直接代入して計算した値にほぼ近くなります。これは強膜の厚みが薄く、拡散に要する時間が少ないため、反応速度は反応に要する時間でほぼ決まることを意味します。よって、システムは反応立足の状態にあります。一方、βB が自由以上では、
EF は 0.1 以下の小さな値になっています。よってこの時の反応速度は液本体の基質濃度で計算した値の10分の1以下となります。これは強膜抵抗が大きく、拡散に要する時間が全体のプロセスの時間を決めているからです。すなわちシステムは拡散立足の状態にあります。これは物質を生産する場合には不利な条件です。そこで生産速度を増加させるため、φE が1以下となるように反応プロセスを設計するという考えを思いつくかもしれません。これについて検証してみましょう。改めて φE の定義式は次の通りです。この値を小さくするには、1、VMA を小さくする。2、Km を大きくする。3、KL を大きくするという3つの方法が考えられます。はじめに最大反応速度 VMA を小さくする方法について考えましょう。VMA は速度乗数 K と高素濃度 E をかけた値です。K は高素固有の乗数なので変えることができません。一方、E は高素濃度であり変えることができます。よって高素の固定化量を少なくすれば φE は小さくなります。これにより EF は大きくなります。しかしよく考えてください。高素量を減らすと6式において VMA が減少します。結局 EF の増加に伴って実際の反応速度 VAI が増加する割合よりも高素濃度 E の減少に伴って VAI が減少する割合の方が大きくなるので VMA を小さくすると VAI が小さくなってしまいます。このことは EF の大きな値が必ずしも反応速度を大きくしないことを意味します。EF はシステム内の触媒がどの程度有効に働いているかを表す指標なのです。単純に生産速度を上げたいのであれば、高素の固定化量を増やせば VAI は増加します。しかし、この場合 EF は小さくなります。このことは触媒が有効的に利用されていないことを意味します。次に Km を大きくする方法について考えましょう。これは高素固有の乗数です。したがってこの値は通常変えることができません。次の動画で述べる静電的相互作用が働く場合には少なくとも理論上は変えられるかもしれませんが、一般的にはこの方法は除外してよいと思います。最後に物質移動係数 KL を大きくする方法について考えましょう。KL は基質の分子拡散係数 D を強膜厚みデルタで割った値です。
D は物質固有の乗数なので変えることができません。一方、デルタは胸膜の厚みなので液の混合度を高めることで小さくなります。よって液混合により KL は大きくなり φE が小さくなります。結局 φE を小さくする最も現実的な方法は KL を小さくするということになります。それなら液混合をいつでも十分に行えば良いかというと、そうではありません。反応液量が多い場合、高速で混合するとエネルギー消費が大きくなり、生産コストが大きくなります。よって混合速度をどこかで制限する必要が生じ、反応速度の増加が制約されることになります。前に示した図をもう一度眺めてみましょう。図中には βB が0よりも大きい場合の EF と φE の関係も示しています。各計算線は βB が大きいほど上方に位置しています。これは βB が大きいほど EF がより大きくなり、酵素がより有効利用されることを意味します。βB が大きいほど液本体の基質濃度は高くなります。これにより単体表面の基質濃度も高くなり、酵素が有効に利用されることになるのです。このように数式モデルを作ると、いろいろな議論が可能になります。直面する問題に対していつでもうまい解決策が見つかるというわけではありません。しかし、システムの特性を十分理解することができ、得られた知識により、許される操作条件の下で最良の手を打つことができるようになります。今回の動画では、触媒有効係数が0と1の間で変化する場合を考えました。通常のシステムでは、これが EF の取り得る値です。EF が1以上であれば、最大の反応速度以上でプロセスを運転できますが、そんなうまい話はありそうにありません。しかし、理論的には EF が1以上になる場合があります。次回はそのようなシステムを紹介します。本日のお話はこれで終わりです。それでは次回の動画でお会いしましょう。ごきげんよう。